あ、いい、オッケー。すみませんね。取れた。こいつは取れないんですよね。なんでこんなことになってんの？ああ。こんなに固着するの OK？ やべえだ、おい。やべえぐらい固着してる。とりあえずですね、炙ってみましょうか。うまいっすね。こっちからもうちょい叩いてみます。よいしょ、来た。入っちゃったんですけど、叩いて。やっぱね、下からこうやって飴をもろに受けるところにやっぱあるもんで、どうしてもやっぱ錆びちゃいますよね。いやー、取れてよかった。嫌なアクスルシャフトですね。まあこれもうめっちゃ綺麗ですね。おおおお。まあいいや。ハブダンパーはですね、結構ぎゅうぎゅうに入ってたんで大丈夫そうです。ピボットシャフト取れました。ピースはもう全くないですね。もう切れまくってます。切ってますぞ。多分顔映らないようにしながらで大変ねんて。モザイクかける？いや、モザイクの方がめんどくさい。マジで。え？マジ気をつけてください。結構熱いな。プラズマ？ちょっともう一個のやつでやった。プラズマでシュパーっと。いや、歯が薄い。なんでキックバックスに行く熱い。まあ、いいやな。そうそう、なんか裏板みたいなのなんかひっついてるんですってね。なんかスポット溶接みたいな感じで溶接されてるみたいですね。全然錆びてないな。いや、マジ。お願いします。ステムが届きました。CT110 のステムですね。まあこれやったら、スーパーカブのこのステムにも、大体ね、ホンダ車はステムの太さとかが共通みたいなんで、まああとは長さとかが問題になってくるみたいなんですけど、CT110 のやつやったら、これでいけると。まあけど、ポン付けできるわけじゃなくて、アクセルシャフトの径が、これやったら12ミリかな。なんで、普通のスーパーカブのアクセルシャフトは10ミリなんで、まあそこがちょっと違うんですけど、まあ今回はスプリングフォークを作るということで、まあホイールとこはそのまま使ってやるんで、まあこれを使いました。はい。ちょっとね、ベアリングのプーラーなんですけど、代用して、このバネを取っちゃいます。丸棒が効きました。2.3 ミリのやつですね。27.2 ファイのパイプなんですけど、ここがですね、27ミリなんですよね、純正が。で、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱここをね、0.2 ミリ削ることにしました。で、アストロ行って、まあ、リューター用のビットをね、買ってきたんで、こいつで0.2ミリ削ると。まあ、ちょっとね、怖いんですけど、とりあえずやってみます。あー。よっしゃー。結構ギリギリ。
で、続いてですね、長さを決めようかなと思うんですけど、あんまりね、まあ本当はフロント高い方が僕は好きなんですけど、あんま高いとエンジンの角度も変わってまうんで、まあ純正と一緒ぐらいの高さにしとけばまあ問題ないかなと思うんで、まあこれでだいたい62センチなんで、はい、62センチで、とりあえず切ってみようと思います。あ、はい。今ですね、ボトムリンクの、この字型のステを作ってたんですけど、まあね、もう高々ステなんですけどね、されどステっつって、まあ、ここの幅がですね、27ミリあって、で、まあ最初この開いたを、叩いて、曲げて、で、やろうかなと思ったんですけど、やっぱ曲げるのって、こう叩くとここがね、こういう風に、くの字なんですけど、この、丸く曲がっちゃうんですよね。なんで、これをまたこっちを叩いて曲げて、まあ、これが、ちょっとね、難しくてちょっと精度よく曲げようと思うと非常に難しくてですね。で、次、まあこの開いたをまた切って、まあ最初グラインダーでやったんですけど、やっぱりグラインダーやったら刃厚み分、ちょっとね、誤差が出るんで、これもやったんですけどね、こうですね、2ミリ狭くて、で、こういう風になっちゃって、っていうところで開いたがなくなってしまって、で、今ホームセンター行って、4.5ミリ厚の開いたを買ってきて、金の子で切ってんで曲げてようやく、まあ、いい感じにできるようになったんですけどね、なんかめちゃくちゃ時間かかったな。で、ここ、やっぱ叩いて曲げ、切って曲げてるんで、亀裂が入ったりしてしまってるんで、これはもう溶接して補強してしまいます。で、ここに穴を、まあ、綺麗に開けて、ですね。最後にですね、このパイプをここで溶接するという形でやるんですけどね、まあ本当に、こんなステーキ1個作るのになんかめちゃくちゃ時間かかってましたわ。もうやり方がね、もう手探り状態なんで素人なんでね。まあ、とりあえず溶接していっちゃいます。さっきですね、折り曲げて作った、もう超ぶっといステーなんですけど、まあ、これでも、まあ多分大丈夫なんですけど、なんかね、こうやってガタが少しあるっていうのとちょっと分厚すぎたなーっていうので、また薄い3ミリの板を買ってきてですね、まああと、こうやって切れ込みを入れずにでも、まあなんとか綺麗にできる方法ないかなっていうのを、まあ探してて、まあサイレントヒルワークスさんに、まあちょっとね、また、なんかいい方法ないですかって聞いたら、まあこうやって L 字に、まあ作って、で、これを、こういう風にやると、まあ多少は誤差が出ますけど、綺麗に、まあこっちよりかは、かなり綺麗にできました。これが作ったやつなんですけど、ちょっとね、形は、ちょっと下手くそですけど、まあほんでも、ガタもなくですね、いい感じにこっちはできました。なんでね、こんな感じで、まあ、こことか溶接してしまって、作るという感じで、もう一個も作っていこうと思います。いやー、こんなことでね、なんか丸一日本当に使ってますね。うん、容量がわからんので、まあ、しゃあないですよね。確かですね、こいつの、ここのこの字のステを作ったところで終わってたんですけど、次は、ここの真ん中に穴を開けるところ、やったと思いますね。ここに入るように。で、ここにボルトが入ると。こんな感じで。なんで、この今作ったこの字のステをね、まだ、完璧ではないんですよね、これ全然。こういう風に、ちょっとね、段差になってるんで、ちょっとね、これを真っ平らにするように今、やっていきます。
高さが全然違う。しくった。ちょっと、溶接して、穴埋めて、ちょっと穴開け直します。全然合ってない。できましょう。はい、仕上がりはこんな感じで、かなり汚いです。すみません。まだね、この2回目の方は、ちょっとね、マシにできたかなっていうレベル。今から削っていくんですけどね、ちょっとね、これ、エプロン買ってみました。なんかワークマンで売ってるやつですね。なんかね、削ると、鉄粉がめちゃくちゃここら、刺さるんですよ。で、なんかね、その刺さった鉄粉がマジで、もう取れないんですよね。なんかガムテープとかでやっても。お、はい。うん。よしよしよし。純正はね、このロックナットがこうやってついてるんですけども、長さがね、合わんくて、締めても、ここらぐらいなんで、ちょっとね、これじゃ、緩み止めならんので、この、スプリングウォッシャー付きのナットがあったんで、こいつに変更しておきます。これで多分、いやけどちょっとね、長さがね、ちょっとがあと、足りんので、これをまた買ってくることにしますね、違うやつを。あ、こんなに大きいの？これちょっと甘いな。このR6。クソうぜえな、これ。おいおい。よいしょ。はい、今ね、リアレックができたんですけど、今度フロントレックを今から作っていくんですけど、で、丸子を曲げるんですけど、ちょっとね、感覚でやってもわかんないんで、またね、サトシさんのちょっと参考にしてこういうのを作ってみたんで、まあ、これで多分まっすぐいけるかなと思うんで、うん。まあ、これをちょっとね、参考にして、まあ、やっていこうと思います。はい、丸子をですね、このバンドソーで切ります。高速切断機やと、砥石が焼けて切れんくなっちゃうんで、この丸子とかは。これ、無垢のやつですね。を70センチで切ります。さあ、炙っていきましょう。ちょっと待ってよ。なんかパイプあった方がいいんかな。わあ燃える。はい、できたんですけど、めちゃめちゃ歪みましたね。なにこれ。なんでこんなにチンバになるんだ？
っと水で冷やしたてかな。やっぱ曲げ方も下手くそなんよね。めちゃめちゃガタが出てる、こんな風に。でね、これをつけようと思うと、こんな感じで、はい。なんたることでしょうね。このままつけてもめちゃくちゃみっともない。これは失敗やな。これちょっと、なんかね、うまく曲げれる方法、考えてみます。はい。今僕が使ってるトーチって、この、カセット、ガストーチっていうんですかね。ホームセンターで買えるやつなんですけど、これ、なんか、この形ってどれも一緒なんかなと思ってたら、なんかね、3種類ぐらい種類あって、で、この僕が一番最初に買ったやつはなんかスパイラル集中円っていうなんかタイプのやつで、なんかこんな感じで、こっからブワーっと、なんか膨らむように炎が出ててですね、なんかパイプとかそういったものを、熱したりするのには結構向いてるらしいんですけど、なんかね、ああいう丸高とか曲げようとか、そういう場合はね、もう一点集中で温めたいんですけど、これだと、なんかね、炎がまとわりつくような感じで熱せられるんで、ちょっとね、今気づいたんですけど、これを買ってきました。これ4000円もして、なかなか高くだったんですけど、これが、なんか集中円っていうやつで、本当に、なんか全然やっぱ、炎の形がまっすぐ出てるのがわかると思うんですよ。で、この火力調整も一応できるんですけど、こんな風にね。なんで、こっちにしました。で、ちょっとね、簡易的な、ジグですかね、を作ってみました。これで曲げたいところを熱して、こっからぐーっと曲げていくという感じでやれば、こうやってね、手でさっきみたいにやるよりかは、歪みとかも少なくできるんじゃないかなと思って作ったんですけど、ただ、熱してるんで、ここね、穴とか開いてないんで、ただ溶接してあるだけなんで、ちょっと不安なところはありますけど、これでちょっとやってみます。はい、ではやっていきましょう。ちょっと待って、硬いわ。ちょっとね、硬いんでダブルでいってみます。おお、めっちゃ硬いやついた。これは期待できるんじゃないか。おお、いいね。お、やっぱ二つでやるとめっちゃ早い。はい、もう。オッケーオッケー。はい。今の、ちょっとね、一回やったんですけど、最後の、ここの曲げんところで、ちょっとね、力がまた変な方向に働いてしまって、これもね、少し、沈板になっちゃったんですよね。でもこれで引こうかなと思ったんですけど、まだ鉄筋がね、鉄鋼か。じゃあ丸鋼。これがもうあと2本分だけ余裕があったんで、最後にということで1回やったらですね、もうこれはドンピシャでうまくいきました。いやーよかったー。綺麗にできた。難しいね、曲げは本当に。いい感じ。はい。で、今、フロントレックの丸鋼が曲げ終わったんで、ここにプレートをね、作りたいんですよね。こいつを固定する。なんで、これをちょっと作っていこうと思うんですけど、ちょっとね、地味なんで、カットします。はい、プレートができました。こんな感じですね。ちょっと下手くそですね。やっぱ角を削るのが、なんかやってもうまくいかん。と、続いて、スプリングですね。これを、ちょっとね、このいらん部分を、一巻きぐらい切ってしまいます。うまいこと切れませんでした。こんな風になっちゃいましたね。これじゃあね、当たり面が、ここ1点でしか当たらんので、多分、ダメですね、これは。ちょっとね、切ってみたんですけど、めっちゃ硬いし、なかなか難しいですね。なんで、こっち、これなんかもらい物なんですけど、黒金でいって、上、もうこのまま、こういう風に使おうかなと思います。
はい、とりあえずですね、今日の作業はね、ここ付け直しました。なんかね、ちょっと気に食わなかったんで、ここ付け直して、で、次はここにね、サスペンションが動いてしまうんで、こうやって。カラーがないと話にならんのですよね、この、動かないようにするための。だからカラーをどっかで注文しなあかんのと、最後は、ここにもう一枚こんなプレートをつけるんで、あっちのバーベキュー用のプレートがあるんですけど、なんかバーベキューの鉄板切ったやつですね。まあ、これでプレートを作ろうと思うんですけど、で、今殻をね、これ、ちょっとね、うちの姉ちゃんが、金属金型の仕事をしてるんで、ちょっとね、無理言って、この殻を作ってもらいました。なんでね、なんか旋盤じゃないんで、ちょっとね、精度が悪いんですけど、まあまあ、突貫工事で作ってくれたんで、まあよかったかなと。あとこれ上側のやつですね。こんな感じで入ります。で、なんかね、もうこれなかったら、なんかミスミっていうネット通販してるサイトがあるんですけど、そこで買うと、なんかそこやとね、特注とかでも、殻をね、ワンオーダーで作ってくれるんで、まあ、ここもいいなと思ったんですけど、これ、他やと2つで、4つで、まあ、4000円か5000円ぐらいやったんで、まあ、どうしてもなかった場合は、これ使おうかなと思ってたんですけど、まあけど、これがね、できたんで、非常に良かったです。はい。ちょっとね、1日ぐらい経ったんですけど、どうもね、ちょっとやっぱ寸法間違えてて、まあ、ここの幅と、この上の幅が、なんかね、微妙に、こっちに寄ってるんですよね。いや、均等じゃないんで、別にまあ、こんぐらいは正直差し支えないんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりなんか気になるんで、もう一回これ、作り直ししたいと思います。ちょっとね、やっぱここの、13ミリのここの穴を、もうちょっと後ろにやれば、いい感じになると思うんで、ちょっともう一回切り出して作ります。はい、2回目ですね。できました。で、さっきよりちょっと多分、1ミリぐらい厚いプレート使いました。で、こっちもね、だいぶ均等にはなりましたね。ちょっと測ってみましょうか。もうちょっと上げなあかんかったのかな。2.8 ミリです。こっちも2.8ミリぐらいで、うん。2.6 ミリか7ミリと2.8ミリぐらいやで、まあ誤差は0.2ミリぐらいですかね。はい、ということで、なんとかね、いらない部分とか削ってできたんですけど、やっぱどうしてもね、この鉄筋が完璧にまっすぐ曲げれてないんで、多少ね、歪んじゃってるんですけど、まあ、あとは溶接してみて、まあ、まっすぐ走れば別に問題ないんで、まあ、タイヤ自体はね、結構、センター来るように、まっすぐつけたんで、まあ、本当にね、走ってめんとわからんのですけど、で、これ、カラーつけて、で、このスプリングつけて、で、最後に、ここを溶接してしまうんで、上と下と。なんで、その、溶接してしまうと、もうこのステム外さんと塗装ができんので、ですね、まあこういった下側、こういうところですね。こういうところを、ちょっとね、先に塗装してもらわんと溶接が、もうね、これ溶接してしまったらこれ取れなくなるんで、その前に一回スプリング外して塗装してしまおうと思います。さあ、塗装作業と溶接でしていきましょう。もうここを溶接しちゃいましょうね、今回で。で、まずはですね、とりあえず濡れない箇所を先に塗っていきます。まあ、そんなに厚塗りするような塗装ではなくて、ここ厚塗りしたら多分、こういうカラーとか入れるとベロベロって剥がれてくるんで、ハンスプレーとかのやつで、とりあえず錆止めとして塗っておきましょうかね。で、ちなみにこのカラーはステンレスで作ってもらったんで、まあ、これは錆びることはないですね。こうです。こ
あんまり厚み締めてるに、見ておきます。今ちょっとね、ふと思ったんですけど、このフロントレックって、こうね、上下に稼働するようにしとかなあかんので、これね、圧入みたいな状態に今なってしまってるんで、こう、上下した時に多分このフロントレックが動かなくなっちゃうんじゃないんかな。これダメですね。取らなあかんな、結局。ちょっと取ります。くそ、何やってんのかマジで。よし、取れた。取れたけど。なんでこんな引っかかるんやろな。ちょっともう一回ね、穴を開け直すしかないで、なんかね、真ん中あたりが、ボールバンで開けたんで、ちょっとね、なんかまっすぐ開けれてないんで、はい、ちょっとね、開け直します、これ。もっとね、スースー入ってくれなあかんのでね。はい、だいぶ削ったんで、これでスースー入るようになりましたわ。いやーよかった。結局ね、ここで溶接しなあかんので、もう塗装もハゲになっちゃったんで、塗装は再塗装になりますね。まだちょっと硬いな。じゃあ、仮付けしていきましょう。ここの殻の溶接が終わりました。一応溶接棒もステンレスのやつ使ったんですけど、右も左もわからんとティグやってるんで、設定とかもいまいちわかってないんですけど、なんとかできました。もうね、塗った塗装なんて、もう全部厚さで剥がれました。ちょっとね、順番を全然間違ってますね。あれこれんぎょおいおい。なぜだなりました。裏側です。とりあえずですね、プレートの下、上までできてですね。なんかね、こういう変わったことをするとですね、塗装の問題がね、非常にあるんで、下は塗って、溶接の熱でまた剥げるかなと思ったんですけど、大丈夫ですね。上側は、こんな感じですね。はい。で、こいつをつけると。で、最後に、ここにね、タップを切った、ダイスでネジ穴を作って、グーってやれば、多分、これで、サスペンションが、うまいことになると思うんですけど。ちょっとね、今一つ問題が発生してですね、これ、丸コン 13mm なんですよね。なんで、ダイスも M13 のやつで、ネジ山を切って、で、M13 のナットを、つければいいだけの話なんですけど、そもそもこの M13 っていう規格がなくて、もう12か14しかないんですよね。なんか一応あるのはあるんですけど、なんか配管用のやつで、めちゃくちゃ薄いナットしか売ってなくて、こいつは参ったなと思って。で、今、サドシさんの動画を参考にして、見たら、どっかここらでね、ぶった切って、このボルトの頭も取ってしまって、で、これを、こういう風に溶接するという風にやると、その問題は解消されるんですけど、ちょっとね、もうちょい M13 のナットがないか、いろいろちょっと調べてみます。こう溶接したんですけど、ちょっとね、仮付けの時に気づけばよかったんですけど、これ、ちょっと見ると、こっちのフロントレックが、
もうあとちょっとこっちなんですよね。左。ちょっと気づかなくてね、もう本溶接しちゃったんですけど、もう仕方なくてまた溶接ちょっと削って、取って、まあほんと数ミリですけど、直したいと思います。はい。今ね、ちょっと顎を取ろうと試みたんですけど、ちょっともうここ場所が場所的に非常に厳しいところがあってですね、無理にやると余計ひどい大惨事になっても取り返し使えんことになりそうなんで、ちょっとやめました。で、さっき言ってたように、確かにね、こう、多少こっちに、このフロントレックが向いてるんですけど、でもですね、この真ん中を見ると、ちょうどこの、ステムシャフトが入ってる、ここの真ん中はちょうど取れてるんで、まあ、結局ね、これ、多分僕のこの丸高の曲げ方が下手くそっていうのがまあ、一番なんじゃないかなと思うんで。だからどういうことかっていうと、多分こっちを今切って、多少こっちにしても、そうすると今度、このステムシャフトの先端が、ここがちょっとこっちに行ってしまうんで、結局ここの先端がでんくなってまうとか。まあね、結局どっかを合わせるとどっかがずれてくるみたいなことになっちゃいますね。もう今回はこれでいきます。砥石、こいつ買ってきました。ちょっとね、綺麗に切れるように高いやつ買ってきました。はい。で、今、ボルトの頭吹っ飛ばしてきました。ちょっとね、これ切り口がこういう風に汚いんで、こうすると、またこうやってネジ山が切れるっていうね、ナットをつけておくと。よし。はい。では、ちょっとね、一回つけてみましょうか。あれけど。ここはね、ダブルナットで緩み止め用のしておきます。お、すごい。ちゃんとやってるような気がする。はい、一応、こんな形でできました。まあ、ちょっと硬さはね、乗り心地は、確かにちょっと乗ってみないとわかんないんですけど、違いがわかりませんでしたね。締めようが、緩めようが。まあ、多少ちょっと確かに、柔らかくなったかなっていうレベルでしたね。うん、もうちょっとね、スプリングが長いと調整幅もできたんでしょうけど、まあ、あるもんで今作っているんで、まあ、そういったところは、まあ、ご了承くださいっていうのもおかしいんですけど、はい、こんな感じですね。はい、あとはですね、ヘッドライトステをつけようと思うんですけど、どこにつけようかなと思ってて、まあ、ここか、なんかね、どうなんやろうな。ここがやっぱ一番しっくりきますよね。こっちでもなんかちょっと変わった感じでいいかなと思うんですけど、どうしようかな。あ、これちなみにこれはなんか車用のやつですね。これつけれたらね、なんかいいんですけど、ちょっと合わんかな。どうやろう。もうちょっとね、なんか、こんな最新チックのヘッドライトじゃなくて、レトロチックなやつがいいんですけど。今ね、ヘッドライトのこのステーを作ったんですけど、なんかね、毎回、何回やっても、この丸が、綺麗な円にできないんですよね。ちょっと、まあ最初よりかはね、だいぶマシになったんですけど、なかなかね、なんかやっぱ、難しいっすよね。で、これがヘッドライトがね、まあこういう風につく予定なんですけど、まあちょっと工事君はね、全然わからんので、下手したら、なんかね、もう後ろ当たっちゃうんじゃねえかなと思うんで、まあそういうことが出たら、まあ、ここらになんかスペーサーでもかまして、なんか対処しなあかんなと思います。なんで今、足付けしてやってるんで、とりあえず全部足付けします。まあこのスプリングとかはね、もう塗らないんで、まあそれ以外をね、全部塗ります。はい。今はですね、400番ぐらいのペーパーで足付けをしていってるんですけど、まあこういうステム本体ですね、こういう入り組んでるところっていうのはですね、ペーパーがめちゃくちゃ入りづらいんで、こんなところをね、足付けするっていうのはなんか不可能に近いんで、このスポンジ型の、なんかヤスリみたいなやつがあるんで、まあこれでね、こういう細かいところは足付けしていきます。はい。今回ね、ちょっと、サフがこれ余ってたんで、どうせ上から黒を塗るんで、まあこの、プラサフの、ね、シルバー色ですかね。まあ、こいつを塗っていこうと思います。なんだこれは。では塗っていきましょう。
なんか弾くね。ちょっとね、弾いてるところをペーパーで研ぎます。いっちゃいましょう。はい、で、今ね、うちは塗ったんですけど、なんかこういう塗装系ってこういう、僕が使ってるこの白い LED ライトよりかは、こういう黄色いライトあるんですけど、こういうやつの方が、塗り残しとかそういったものがですね、非常に、わかりやすいみたいで、なんかね、やっぱ白やと、なんか隠れてしまうんですかね。で、白よりかはこの黄色のライトでやると、塗り残しが結構ね、透けてわかるみたいなんで。はい、今ですね、800番で足付けが終わったんで、今から塗っていこうと思うわけなんですが、塗っていくのはまあ普通の黒ですね。ソリッドのブラックです。なんで、まあこれは塗った後にクリアとかは拭かずにですね、これ一色で仕上げということですね。なんでね、塗っていきます。ちょっとね、800番でペーパーかけるのが苦労しました。あれ、ライトどこ行った？はい。では2回目ですね。で、2回で仕上げるような形で塗っていきます。3回目はちょっと塗れてないようなところを補修するぐらいで仕上げたいと思います。あんまね、厚塗りしすぎても、今度ちょっとした衝撃で結構簡単にペロって剥がれちゃうんですよね。よし、よし、あっち行け。ああ、もう最悪。なんでやってくれて。こっち考え。はい。ということで、塗り終わりました。まあ、ソリッドの黒なんでね、普通に、はい、綺麗に塗れたかなと思います。なんなんでしょうね、虫がね、今の時期もうほとんど全くいないんですけど、これ塗装するとマジで、どっから湧いてくるのか知らんすけどね、めちゃくちゃ寄ってくるんですよね。うん。まあ、いい感じなんじゃないですかね。OK。はい、それとですね、ここの中はね、全然、塗ってません。多少色つくぐらいで押さえてあります。ここにね、どうせ入るんで、ここをね、厚塗りしすぎちゃうと、結局、ここが剥がれて、広がってバーって全体的になんか剥がれていく気がするんで、そこはあまり塗っておりません。よいしょ。よし。こんなのでいいか。全然長さ足りんぞ、これ。こんな風にすればいいっけ？長さが全然足りんのこれ。まあ、幅が全然違うんだよ、これ。いや。いや、これ明らかに足りんもんね、これ。今やってるのはですね、株のこのテールですね。テールを、ダクテールにしたくて、このぶった切ったフェンダーを使って、で、これを、まあ、本体の方に切って溶接しようと思ってるんですけど、なんかね、全然幅が違うんで、なんかね、これどうしたらいいもんかっていうのが今悩んでるところですね。で、今これ本体の、フレームの角度に合わせて、まあ、切るところのラインを、まあちょっとね、感覚で今印をつけていってるんですけど、まあこういった作業がですね、本当に僕センスがなくてですね、大概左右非対称になったり全然角度が違ったりっていうのが、まあ毎度のことなんで、どうにかしてね、そこらの感覚を養えていけたらいいなと思うんですけど、まあ今回もですね、全然違ったラインになったと思います。カットしましょう。こんな感じで。カットラインを描いたんですけどね、うまくいくかな。はい、カットシーンはですね、別に特に撮ってなかったんですけど、切った後がこのような感じで、まあ、我ながら珍しくうまくいって自画自賛して、まあ、これはね、バッチリやろうと思っていたんですけどね。まあちょっと見てください。
全然合わないね。まあ案の定全然合わずにですね、まあ、この後も切った貼ったをいろいろ繰り返しました。ちょっとね、アングルを変えてみたんですけど、こんな感じになってしまってですね、まあどうやったらこんなになるのっつぐらいサイズが全然合ってない状態です。で、結局切った貼ったを何十回って繰り返して、まあ結局ですね、ここまでしか仕上げられませんでした。まあちょっとね、この足りんところを、鉄板切って溶接しようかなっていうのも考えたんですけど、もうね、なんかわけわからんことになってるんで、もう今回ダクテールはちょっと、失敗に終わりました。そしてですね、この棒なんですけど、これなんかプリンターをばらした時に出てきた棒なんですけど、まあこいつをですね、このテール周りに溶接して、まあちょっとリブ加工みたいにできたらいいかなと思ったんで、こいつを溶接することに決めました。とりあえずですね、点付けだけを終わらせた状態が今こんな感じになりました。パテ買いました。こんぐらいでいいかな。やばい、早速。とりあえずですね、これが1回目終わったところですね。この後2回3回と何回もやって、まあ綺麗に形を整えていきました。さあ続いてなんですけど、続いてはこの株のエンジンですね。現在50cc のエンジンなんですけど、90cc のエンジンをサイレントヒルワークスさんから購入させていただきました。まあ他にもですね、もろもろまあほぼパーツ全部買いなきゃいけないんで、それを購入しました。
スナイフ、驚きの切れ味と耐久性、ドイツ製の高品質の鋼から生まれた。お願いします。こちらはですね、ヤフオクで購入したキャブレターですね。で、見た感じわかると思うんですけど、結構綺麗なんですよね。うん。でもですね、このフロートバルブがちょっとね、跡がついてたので、フロートバルブの交換と、あとオーリング類ですね、はセットで全部交換しました。とりあえずハンドルの形がこんな風になりました。まだね、本付けっていうかね、全然固定はされてないんですけど、まあ、イメージとしてはこんな感じになる予定です。こちらがですね、マフラーですね。上が 50cc のマフラーで、下が 90cc のマフラーです。50cc のマフラーはやっぱね、つけれなかったんで、ヤフオクで購入しました。で、これ純正マフラーなんですけど、まあ、ゆくゆくは、これ中の芯を抜いてね、ちょっと改造しようと思っております。
10万円受け取れる。あ若いうちに入ると保険料がリーズナブル。かけがえのない日常を守れる。そうですから完全にもう免疫はもう落ちきってると言ってもいいぐらいの目標ということですよね。というもので地域とか国とかいろいろ聞きますもんね。それを電撃する段階でもうある程度それだけでも気温かかりますし、で今結構その記録的ボールになったりすることがありますから、そこで何個までだったら大丈夫だよって彼を作っておけば、10個ぐらいだったら平気ですっていうのをなかなか自分で上げることってできない。はい。ちなみにこれからお話しするような4つの努力をすることによって自分を使ってこちらですね、キーシリンダーになります。これ 90cc 用のやつなんですけど、90cc は5極ピンになってて、50cc は4極ピンなんですよね。ちょっとね、アースが 90cc だとアースが2本取られてるんで、まあそれを1本にすれば別に4極でも多分いけるとは思うんですけど、なんかあってからじゃ嫌なんで、5極ピンの 90cc のやつを購入しました。お、かかった。アマゾンセールでたらふく必要なものを全部買いました。じゃあ、アノマルです。今回は外装パーツをですね、一気に仕上げていきたいと思います。で、まず最初にハンドルを作っていこうと思います。で、今これやってるのはですね、これドラッグスターの純正のハンドルやったと思うんですけど、まあこいつが余ってたんで、こいつを使ってハンドルを作っていきたいと思います。とりあえずハンドルの形がこんな風になりました。まだね、本付けっていうかね、全然固定はされてないんですけど、まあ、イメージとしてはこんな感じになる予定です。こちらは純正キャブの太鼓ですね。これがこの汎用品のスロットルのこの穴のとこに入んないんで、この穴を拡張していきます。こんなくそやなこのタップ。
続いてこちらはロービーム、ハイビーム、ウインカーなどのスイッチです。こいつをどこにつけようか今悩んでいるところです。これどこにつけよう。こっちつけるか。こっちつけるか。ほやな、こっちつけた方がいいな。とりあえずですね、スイッチつける前にこのハンドルの、なんかこの真ん中あたりに補強のパイプを1本追加したいと思います。マジでどうやったらいいのこれ。ということでね、もう本職の職人さんが出してるなんかね、すごくめんどくさいやり方なんですけど、これでやってみました。どうでしょう。やっぱね、職人さんが上げてるめんどくさい動画はですね、間違いないですね。これでこいつを溶接していきます。こんな感じですね。いい感じです。で、このパイプ同士が重なるところはですね、配線通すんで穴を開けておきます。プラズマで穴を開けているんですけど、プラズマってね、本当に慣れませんね。難しいです。何回やってもぐちゃぐちゃになりますね、いつも。穴の位置が微妙にミスりました。こいつは溶接で埋めていきます。先ほど迷っていたスイッチなんですけど、ハンドルにつけることにしました。左と右ですね。で、こいつをつけたせいで、後々、泣くはめになりました。よし、来た。これじゃ閉めれないよ。はい、広げすぎた穴は溶接で塞ぐことにしました。続いてはウインカーですね。こいつが車庫に余ってたんで、こいつを使おうと思います。そして配線を中通ししていくんで、これ今結束バンドをつなげて、で、こっから配線を引っ張って出していこうかなという作戦ですね。はい。続いてこの純正ウインカーでちょっとちゃんとウインカーがつくんか点検です。ダメですね。ずっとつきっぱになります。これが汎用品のウインカーリレーですね。こいつに交換します。OK ですね。
で、今、配線を通していっているんですけど、これね、まっすぐなハンドルやったらよかったんですけど、こいつね、補強で入れたパイプの真ん中から出てくるようにしてるんで、ちょっとね、L 字型に曲がってるんですよね。その曲がってるところで、配線がね、どうしても引っかかってしまうんで、非常に難儀しました。ようかけ。よーし、なんとかしまった。東京アクセスのいいホテルも簡単に探せる近畿日本ツーリスト時代世界のニュースに注目するニュースプロのエキスパートをその辺で、それを削っていくですので、ですね、ちょっとね、点付けして、左右ちゃんと高さが合ってるかっていうのをね、確認したんですけど、ちょっとね、高さが微妙に違ったんで、ちょっと右側だけやり直します。なんですけどね、これ、ティグで溶接したんですけど、なんかね、やっぱ 100V の半自動の溶接機と比べて、なんかね、全然取れないんですよね、ティグの溶接って。なんかね、やっぱ全然溶け込みが違うんですかね。なんでね、非常に取るの苦労しました。ということで、無事取れたんで、まあ、今回はちゃんと直線が出るようにですね、このドライバーを、まあ、ジグとしてやったらね、きちんとうまくいきました。そして、これ続いてなんですけど、最後、まあ、これ塗装終わってから本当に最後なんですけど、配線を中通ししていくんですよね、このフレームに。なんで、そのための穴を、まあ、今のうちに開けておきます。あらくそ。そして続いて燃料タンクですね。純正の 50cc のこの株なんですけど、こいつインジェクションなんで、そもそもね、燃料ホースの形とか、この燃料のコネクターの形状が全く違うんで、まあ、こいつはですね、作り直しますね。で、このいらないやつは全部取っ払っちゃいます。ついでに見ておくとですね、燃料タンクの中はね、錆一つなく非常に優秀ですね。あれだよな、ソーセージが1本丸ごと入ってて漏れてくるやん。ちょっとね、1枚だとね、締め付けが弱いんで、2枚アルミ板を作りました。こいつでもう1回チャレンジしてみます。まあ、2枚だと大丈夫だったんで、まあ、こいつをね、溶接してしまいます。OK かな。なんとかですね、できたんですけど、これ一つ問題点があって、燃料コックがつけれないんですよね。なんか被ってね、なんかキャブの方に燃料コックがついてて、これちょっとね、今後の課題なんですけど、あとこれが燃料ホースですね。ちょっとね、燃料コック、今後の課題ですね。もう一回漏れてません。とりあえずですね、タンクはあれでいって、続いては CT バー作りです。
よし。はい。チェーンで作った CC バーはですね、圧倒的な強度不足やったんで、やっぱダメですね。見た目はね、チェーンかっこいいなと思ったんですけど、ダメなんで、ちょっとね、また違う方法で作りたいと思います。とりあえず CC バーの土台ができたので、今これ角鉄って鋼材屋さんに来てたんですけど、四角い丸鋼みたいなやつですね。これが 9.5mm のやつです。こいつを切り出して、こいつで CC バーを作っていきたいと思います。それではこの角鉄をねじるやつができたんで、このプリンスのガストーチを使って角鉄をねじっていこうと思います。このガストーチもですね、SK11 からもうちょっと安いやつだったんで、まあ、やる人、ちょっとね、参考してください。でね、ちょっと初めてやったんですけどね、意外と簡単にいきましたね、ねじれるのは。これどうしよう。下がってくれる。まあやっぱりですね、なんかプロがやってる人みたいにですね、均等にっていうわけにはいかないんですけど、まあ初めてでもそこそこうまくいきました。で、問題になるのはこのガストーチをですね、置く場所ですね。まあなんでね、こういう風にしてやっております。できました。できたけどね、なんかやっぱ、ちょっと直線が歪みますね。なんでだろうな。まっすぐやってね。またこのねじりも、なんかね、やっぱある程度、均一に、ここを均一にやるっていうのはやっぱ難しいですね。幅を広げすぎると、まあそれもそれで、なんか、あれですけどね。曲げてもかっこいいな、これ。はい、これでとりあえず CC バー完成ですね。やっぱ土台があると全然強度が違うんで、これでいきます。そしてテールランプはこれですね。なんか安っちいやつです。
まあ、ここらにつけようかなと思います。片付けないやべえ。さあ、続いてはスピードメーターですね。こちら、デイトナのなんか汎用のスピードメーターです。これちょっとね、インジケーターついてないんで、ついてるやつ買えばよかったって後で後悔しました。で、スピードメーターをつけるところはね、今なんか邪魔なものをとりあえず外してってるんですけど、ここらにつけようかなと思います。そして続いてはジョッキーシフトを作っていきます。とりあえずちょっと廃材であったこの丸子を使ってやってみます。はい、一応ちょっとね、作ってみたんですけど、なんかパッとしない感じですね。なんでちょっとね、これはやり直します。また鋼材屋さん行って、ちょっとね、ワンランクでかいサイズのこの角鉄買ってきました。12.7 ミリですね。よし、赤くなってきたぞ。よし。ちょっとね、この家庭用のガスバーナーでねじれるか、ちょっと心配だったんですけどね。ちょっと炙る時間はかかるんですけど、一回熱が入ってしまえば、このような感じで、結構ね、簡単にねじることができました。やっぱね、かっこいいっすよね、ねじると。シートもですね、とりあえず買ってみたんですけど、ゆくゆく気に入らんかったらまた、一から作ってみようかなと思います。とりあえず今はこれでいきます。はい、とりあえずつきました。こんな感じですね。やっぱねじってあるのがちょっとアクセントになって、いい感じかなと思います。で、この先っちょはまだ何につけるか、ちょっとね、この時は決まってなかったんで、後でまたつけます。今、ブレーキをね、フロントのブレーキレバーをつけようと思ったんですけど、これね、このスイッチの、こいつが邪魔で、こいつをつけれないんですよね。これちょっとどうしようか。考えてみます。これが純正の株のブレーキレバーですね。スイッチと一体型になってるんで、こいつをうまいこと使って、あそこにつけれないか、ちょっとやってみます。よし。
とりあえずアルミ板でハンドルの太さに合わせて、この半円型のプレートを1枚作って、で、純正のアルミのスイッチボックスを切って、で、そのプレートとスイッチボックスの方をアルミで溶接しようという作戦ですね。なんだこれ。あかん。なんでこんな使んねんの。むずっ。おいおいおい。何やねんこれ。なんで引っ込むのよ。なぜこんなことになる。全然ダメでしたね。全くひっつく気配がなかったですね。で、アルミ溶接ってこれ僕2回目ぐらいなんですけど、なんかね、やっぱサトシさんに聞いたら、やっぱアルミは酸化皮膜を取らんと本当にダメみたいで、プラスこの鋳物っていうのはなおさら難しいみたいで、まあ初めての僕ができるわけないですよね。ちょっとね、アルミ溶接はもっと修行します。はい、あれは失敗に終わってしまったんで、これはモンキー用ですね。北国から出てるやつですね。こいつを、さっきみたいな形にして付けようと思います。で、ここでさらに問題があって、このハンドルっていうのはドラッグスターのハンドルなんで、1インチハンドルなんですよね。なんで普通の 22.2 ミリのハンドルのやつは合わないんですよね。これ 22.2 なんで。なんでね、こいつをちょっと切って、で、ちょっとね、加工して、付けれるようにしてみます。とりあえずこれで、本当にね、無理くりですけど、なんとか作れましたね。ボルト止めですね。で、これ、1点だけだとやっぱガタつくんで、下にも1本、ボルトで固定されております。まあ、このキャップボルトなんで、まあちょっとね、下もドリルピースなんですけど、まあこいつらですね、後々、マイナスネジとかのちょっとかっちょいいボルトに交換します。はい、ということでこれでジョッキシフトも完成ですね。なんか改めてこうやって僕が乗ると、なんかね、チャリンコにしか見えないバイクです。さあ、いよいよ今回株の全塗装をやっていこうと思います。まず塗装の前にですね、このミラーだけはつけてしまわなきゃいけないんで、ミラーをつけていこうと思います。で、とりあえず叩いて曲げてこんな感じになりました。さあ、では塗装をしていこうと思います。で、このスプリンガーフォークなんですけど、出来上がった時にちょっと錆びるのが嫌やったんで、黒で塗ってるんですけど、もうそこら中剥げてですね、まあこいつは一回塗装を全部剥くってから、で、800番のペーパーで足付けして、で、密着ロンを拭いて、サフを拭いて、黒で塗っていこうと思います。なんでね、こいつをまた一回塗装を全部剥がします。はい、剥離が終わりました。スケルトンで剥がしたんですけどね、やっぱ細かいところとか、取るのにすんごい時間かかってですね、3時間ぐらいやっておりました。はい。今ですね、このステップとこのセンタースタンドですね、ちょっと錆びだらけだったんですけども、できるだけ電動工具とか駆使して錆びを落としました。で、これが、サイドスタンドですね。こいつも結構落としたんですけど、やっぱね、錆を完全に落とすっていう、これはですね、落とすのが難しいんで、これはね、錆転換剤を塗って、で、シャーシーブラックで塗装しようと思います。そしてですね、CC バーと、このジョッキシフトもついでに足付けしておきます。これはペーパーの800番で足付けしております。はい。で、次にこれはスプリンガーフォークなんですけど、こいつにアイボルトをつけるためにボルトを溶接します。で、このアイボルトにはスピードメーターケーブルを通すようにします。ちょっとね、こいつがないとスピードメーターケーブルがパタパタ動くんで、そのようにします。こいつを塗っていこうと思います。塗っていくのはコメリのシャーシガードです。これめっちゃ安いんでね、いいっすよ。
私なんかはっきり言って自分自身でも人の名前を間違うとは何事だって和田アキ子の「子」を楽器がカタカナだから「子」のカタカナで書いてくる時がね DM とかあるんですよ、そうすると絶対相手にさあ、では塗っていきましょう。でですね、こういう鉄剥き出しのところっていうのはですね、ペーパーかけて、プラス拭いても、結構ね、簡単にペロンって剥がれちゃうんで、まあ今回は密着ロンを拭いてから、サフをまず拭いていこうと思います。では、やっていきましょう。はい。で、今の気温と湿度は、気温が 14.3 度、湿度が 68% と、まあまあ、いい感じかなと思います。はい。今ですね、サフが乾いてですね。こういうところってね、なんかめっちゃしつけしづらいんですけど、まあこういう割り箸とかにですね、ペーパーこういう風に巻きつけて、で、まあ、こういう風に、こんな感じでやると、まあ細かいこういうカードとかですね、まあ、綺麗に足付けできるんで、まあちょっとね、やる方参考にしてみてください。じゃあね、ちょっと、足付け作業はね、地味なんでカットします。はい、では今から塗っていきます。塗るのは関西ペイントのディープブラックですね。溶ける。で、3回目塗るときに、最後にですね、ちょっとシンナーをちょっとだけね、多くしてやりました。なんかね、シンナーを多くすると、こう、馴染みやすいんですよね。このミストがついたところとかが結構ね、ボソボソになるんですけど、シンナーをちょっとだけ多くすると、まあなんか、うまく馴染む感じですね。だからここら塗ってると、なんか下がね、白くボソボソになっちゃうんで、まあそういう風にしてみました。まあそしたらね、結構いい感じに、白いボソボソも取れてですね、いい感じになりました。はい。では今からこちらの小物類もですね、フレームと塗っていこうと思います。こっちはね、ちょっと時短のためにこいつでやっていきます。こいつね、400本ですね。これね、3000円ぐらいで売ってるんですけど、アマゾンにやったと思うんですけど、これね、安い割には結構力強くていいんで、でね、こういう角になってるんで、結構ね、細かいところとかも磨けるんで、ちょっとおすすめです。これ2台目ですね。1台目は結構酷使して使いまくってたらぶっ壊れちゃったんで、はい、安いんで。はい。これはトルクリンクロッドですね。こいつね、磨けば多分ピッカピカになると思うんで、磨いてみます。すごい。じゃあ最後、青棒で磨いていきましょう。こりゃ素晴らしい。こちらですね、配線を中通しする穴を開けたんですけど、ちょっとね、勢い余って裏側まで穴開いちゃったんで、まあ、溶接で穴を埋めました。はい。では、このリアタイヤのタイヤハウスですね。ここのサビっていうのはですね、まあこれはね、そんなひどいことないんですけど、まあひどいやつだともうここサビだらけみたいなんで、まあここパテもしてあるし、もうこのとこサビ出ちゃってるんですけど、まあ一回、120番のペーパーですね、ちょっと粗いんですけど、まあこいつで全体をサビ、この裏側だけですね、サビ取って、で、サビ転換剤を一応塗って、最後、チッピングを、まあここのところにですね、溶接の跡があるんで、裏側はチッピング塗装していきます。チッピング塗装が乾燥した状態はこんな感じになりました。まあ結構いい感じにできましたね。はい。で、今からフレームをですね、足付けしていくんですけど、これコバックスの360番っていうパラトギペーパーですね。をこいつに当てて磨いていきます。これね、ちょっと高いんで、あんま使いたくないんですけど、まあ結構ね、入り組んでるところとかもあるんで、まあそういったところもあれだと足付けしやすいんで、はい。もったいないですが、使っていきます。
はい。では、いよいよメイン部分を塗装していきます。と、一箇所、ここですね。なんか縮れちゃってますね。ここも磨いて、ちょっとね、補修でもう一回シャフ拭こうと思います。やっぱ縮れますね。まあ本当は剥った方がいいんですけどね。さあ、ではシルバーメタリックを拭いていきます。やっぱね、メタリックは難しすぎて、離しすぎて塗ってもちょっとボソボソになってしまうし、ツヤツヤに塗ってもですね、メタリックが寝てしまうんで、なんかね、セミウェットで塗るっていう感じで塗ったんですけど、やっぱりね、難しいです。でも今回はあんまりムラにもならずうまくいったかなと思います。はい。では、キャンディーレッドを塗っていきます。ちょっとね、このシルバー塗ってからキャンディーカラーを入れるまでの時間っていうのがね、なんかね、ネットにバラバラなんですよね、書いてあるの。30分から40分って書いてあるところもあれば、3時間以上完全乾燥させてから塗ってくださいって書いてあるところもあるんで、ちょっとね、わかんないんで僕は1時間とりあえず置きました。最初に捨て拭きをしてから、で、色合いを見ながら塗り重ねていこうと思います。そんなはずでは。なんでね、もう一回キャンディーを一回だけ拭こうかなと思うんですけど、結構ね、これ、またペーパー研ぐのはかなり気ぃつけなあかんので、ちょっとね、こいつは完全乾燥させます。とりあえず、クリアだけ拭いていきます。クリアは、このスイングアーム以外は、クリア拭いていきます。ちょっとね、今触って置く場所もないし、下手に触って落として、もうぐちゃぐちゃになっても嫌なんで、もうあのまんま、スイングアームは吊るしておきます。はい。一応クリアが塗り終わりました。ちょっとね、やっぱキャンディーからちょっと、突出量、多すぎましたね。だいぶ多かったです。はい、4日ほど経ってですね、もう完全に乾燥したと思うんで、今から削っていきます。まず垂れたとこ1箇所がここと、ここやね。ここ2箇所ですね、が垂れてしまったんで、今からですね、このトレブロックの S ってやつと1500のペーパー。まあ、こいつがね、多分一番やりやすかったんで、今まで。こいつになると思うんですけど、まあ、一応垂れカットをする頃の変ななんかブロック、金属のブロックがあるんですけど、こいつでもやってみようかなと思うんですけど、これ前やったらですね、結構、もう、ね、職人さん向きっていうか結構難しかったんで、多分こっちになると思いますけど、やってみます。ちょっとやってみます。もういける怖いんやってな、これ。はい。今削ったらですね、こんな感じとわかりづらいんですけど、だいぶ出っ張ったところは今ので削れたんで、残りは、トレブロックで、1500番で磨いていきます。磨くっていうか段差をなるべくアップしていきましょう。あんまり削りすぎても今度ね、下のシルバーが出てきたらアウトなんで、マジで慎重にやっていきます。はぁ、神経を使う。はい。で、今できてたところがここですね。ちょっとわかりづらいんで、こんな感じで、ここらですね。まあちょっと色薄くなってると思うんですけど、まあ、ほぼほぼわからないレベルですけど、今、やったスイングアームのとこはこれですね。これも、まあ、ちょっと残ってますけども、これ以上追い込むと、もうやばいんで、もうこれは、これぐらいにしていきます。もう、出っ張りはとりあえず取れたんで、まあ、あとは、もう一回これね、キャンディー今から含んで、まあ、そこで調整しながら塗っていこうかなと思います。なんでこれまた一回800番でペーパーかけるんで、削りすぎないように全体を足付けしていきます。はい、一応ですね、足付けが終わりましたけど、これはね、やっぱ、まあメタリックも垂れたらもうやり直しってよく調べてると出てくるんですけど、このカラーもですね、キャンディーカラーもこれ垂れたらやっぱやり直した方がいいですね。どうしてもやっぱムラになりますし、この足付けがめちゃくちゃ気使って大変でした。なんでね、まあこれは自分のなんでね、もうこれで塗り直しますけど、まあちょっとね、人のとかやる場合はもう、やっぱ一からやり直そうと思います。まあいい勉強になりました。でですね、こっちが、もう完全に乾いたキャンディーのレッドですけど、まあこいつとちょっとね、見比べながら色調整して、もう一回カラーを一回塗って、最後、クリアを塗って、終わりたいと思います。まあ、次はちょっと垂らさないように、ガンの突出量を、まあ、半回転ぐらい絞ろうかと思います。はい、塗り終わりました。こんな感じでですね、ここがちょっと垂れたところがね、ちょっとムラになってますけど、やっぱね、キャンディーは垂れたら、
もうやっぱ最初からやり直した方が良さそうですね。うん。まあまあ、けど、全然、暗かったら全然わかるレベルではないですけど、まあこんなもんはね、自己満の世界ですけど、もう光を消すと全然わかんないんですけど、やっぱね、やっぱ良くないですね、これは。まあまあ次、垂れてしまった時は、素直に、いつも通りやり直そうと思います。こっちにあった垂れはですね、ここはね、もう全くわからないレベルで、垂れが除去できましたね。まあ軽い、こっちはね、比較的軽い垂れやったんで、まあ全然わからんレベルにはなりましたね。うん、やっぱね、あんまりひどい垂れは、リカバリーできないですね、こんな感じで。はい、続いてですね、このホイールのスポークとハブの塗装をしていきます。はい、ホイールのマスキングは今終わったところですね。ホイールのマスキング方法はですね、今の過去動画のこちらをご覧ください。まあね、地味に時間がかかります、これも。なんでね、これを密着論拭いて、シャーシーブラックで塗っていきます。以上、軽くペーパーで足付けしておきました。そこ踏んでいいの？うん。ここはすごいすごいすごい。ここ真ん中取って。オッケー。え、怖っ。持って、ここ。これ取って。はいはい、ありがとうございます。すいません。おはようございます。花丸です。さあ、今回はいよいよ組み上げですね。で、まずはですね、このエンジンをピッカピカに磨いていこうと思います。で、使っていくのがですね、プロクソンのこのリューターですね。もうこちらね、ちょっと借り物先輩からの借り物なんですけど、ナンバー28511ってやつと、あとこれ真鍮のブラシですね。先っちょにいろいろあるやつ。あとはこちらスチールですね。これが、こっちが一番粗くて、で、こっちに行くほど目が細かくなってる感じですね。こいつを使ってやっていきます。もうよ。めっちゃ綺麗になるの、どこだ。いやー、本当にね、磨きはめちゃくちゃ時間かかりますね。で、これやってて気づいたんですけど、まあ最初にスチールで磨いて、で、その後に真鍮ブラシで磨くとですね、結構ピカピカになるんで、まあその方法でやってってるんですけど、まあそれでもですね、だいたい4時間か5時間はずっと磨いておりました。
こっち切りにするの忘れてた。よし。で、このセンタースタンドなんですけど、なんかね、これも目いっぱいこっち当たってる状態なんですけど、結構ね、低いんですよね。もっとこれが、ここらぐらいまでは来なあかんのですけど、なんでこんなことになってるのかなと思ったら、多分ね、これローダウンのこのサスペンションを入れたせいで、まあ、車高もこうやって下がってるわけなんですよね。なんでこれもおかしいことになってるんじゃないかなっていうことですね。もうこれ最悪最後、取っちゃおうと思いますね。これやとカーブした時にここが多分当たってしまうんではないかと思うんで、ちょっとね、センターストンドア取る方向でいきます。はい、そしてですね、配線を中通ししたりしてたんで、配線作業で丸3日もかかってしまいましたね。で、ちょっと一つ問題が出てきて、これニュートラルランプがちょっとつかないんですよね。で、つかないんで、まあ、ニュートラルスイッチを新品に交換したんですけど、まあ、それでもつかなくてですね、このエンジン側のニュートラルスイッチの先にある銅板がもうすり減って、もうなくなってしまっている状態やったんで、まあ、こいつはちょっと対策を考えます。よっしゃ、来た。おお。このステップドリル、800円ぐらいでネットで買ったんですけど、今のキーシリンダーの径って 26mm で、32までいけるんか。でもこれ 26mm ちょっと測ってみたんですけど、25mm しかなかったですね。やっぱ安もダメですね。よっしゃ。おお、こっちへ。はい、これニュートラルのランプのやつですね。インジケーターのやつです。こいつでやってみましょう。そしたらこの車外のスイッチをですね、このニュートラルスイッチの横にあるこの樹脂がされてるところあると思うんですけど、まあそこにこいつをはめて、で、ニュートラルの線だけを、まあ純正のところにつなげると、まあこういう風にニュートラルがつくようになりました。よし。やっぱこの角度がかっこいいな。わからん。失敗したらその数どうなるの？ゴミになる。うわ、もったいない。
潰れる。これは潰れますな。ここらとかシワになってますね。しゃあない。もうこれ以上はちょっと潰れるんで、ここらでやめておきます。シワになる。なんでこんなシワになる。シワになっちゃった。もう押さえてたところまでが曲がっちまった。なんでこんなことになる。いや、やっぱ曲げは難しいですね。まあ一応砂を詰めてああやってシワにならないような対策はしたんですけど、なんでああやってシワになってしまうのかがちょっと分からずですね。またサトシさんに聞いたら、やっぱこの材質ですね、ステンレスの厚み、あと火力バーナーの強さとか、そういったこともいろいろ関係しててですね、やっぱり曲げはめちゃめちゃむずいらしいです。ということでですね、このパイプを角度で切って、でもうそれで調整するしかないなと思って今とりあえず45度でやったら、90度の直角になっちゃったんで、これはいかんということで今20度ぐらいで切ってます。ほんで今これなんか端材でマフラーのバッフルをちょっとね作ってるんですけど、でこの端材がねなんか親父が持ってきたやつだと思うんですけどね、昔なんかねめちゃくちゃ火花がありえんぐらい出て、花火のような火花が出てですね、めっちゃ危ないなと思って、これなんかね調べたらマグネシウム合金って言ってですね、なんかアルミより軽くてアルミより強度があるみたいな材質のやつらしいんですけど、こんなもんどこに売ってるんでしょうね。こいつはちょっと失敗に終わりました。イエーイ。セルでもかけてみるか。いやー、やっぱりね、株のエンジンは素晴らしいですね。本当に指導性がいいです。でもね、なんかバッテリーが弱いんですよね。で、この時にバッテリーとかね、充電系も調べたら、なんかヘッドライトをつけると、なんか電圧がね、どんどん下がっていくんですよね。だから、
充電のしてる量に対して、ヘッドライトの消費量が大きすぎて、全然発電しないんですよね。で、レギュレーターやらカプラーやら、あとジェネレーターですね。もう調べたんですけど、なんともなくてですね、最終的にヘッドライトバルブですね。あれが90ワットのイカれたワット数のやつが入ってました。やっぱね、社外品のヘッドライトはダメですね。はい。ということでですね、スーパーカブの、なんかね、最初は冒険しようって言ってたんですけど、ただのチョッパーになっちゃいましたね。うん。まあ、本当に、まあ、こう見ると、おもちゃですね。けどね、なんか、今思うと、めちゃめちゃ楽しかったなと思います。出来上がってみると、本当に変なバイクですね。面白い。で、続いての車両なんですけど、続いてはこいつが入ってきました。はい、これはね、ハーレーの1987年式のハーレー・ダビッドソンの車両になるんですけど、まあ今、全部言うのもあれなんですけどね、このダブルメンタマになってましてね、まあパッと見はロードグライドっぽいんですけど、こいつはね、当時めちゃめちゃ不人気車両だったんで、まあこいつを次はレストアしていきます。なんでね、また次の紹介動画で詳しいことは説明したいと思います。今回は以上ですね。スーパーカブは終わりました。ありがとうございました。